皆さんこんにちは。ゼルチャンネルです。今日はビカクシダドワーフ種は癖が強すぎるについてお話ししようと思います。ドワーフとは日本語で矮生といい、大きく成長しない品種のことです。今ビカクシダ界ではトレンドとなっています。コンパクトサイズで可愛い容姿ですのでとても人気ですね。私はちょうど1年前、ヤフオクでドワーフ種のビカクシダを探すことにしました。そこで目に留まったのがこの株なんですが、当時あまりにもドワーフ種の容姿は癖が強すぎてびっくりしました。胞子葉はくねくねでくるくるしていて少し長く、色は緑色でトリコームはほとんどない状態でした。本当にこの株は私が想像するジェイトガールになるのだろうかとても心配になりました。親から株分けしたものなら親株と同じ容姿になりますから安心なのですが、この株は胞子培養でしたので必ずしも親株と同じになるわけではありません。もしかしたら親株より優秀な姿になるかもしれないとは言われていますが、分かりません。購入して失敗したとしても値段が安価であれば諦めがつきますが、相場のお値段でした。いろいろ言っても前に進まないので勉強のため購入することにしました。手元に届き管理をし始めたのですが、約2ヶ月弱全く成長する姿が見られませんでした。これはやっちまったなと思いながらも管理を始めたわけですが、そのうち小さな貯水葉が2枚出てきました。しかしくねくねしている胞子葉の上側へ展開し始めました。どうせくねくねの胞子葉だからこのままに放置し様子を見ることにしました。その後も成長はかなり遅く、胞子葉が出てくるまで時間がかかりました。出てきた待望の胞子葉は今まである胞子葉とは全く違い、白くて分厚い胞子葉でした。分厚い胞子葉の後の胞子葉は分岐が少しずつ見られ、ジェイトガールの特徴が見られるようになってきました。この時分厚い胞子葉の後の次の胞子葉は期待できると実感しました。癖が強いのはこれだけでなく、出てくる胞子葉がくるくる丸まった現象が起きます。こちらのジェイトガールも同じですね。こちらのバクテリアですがきれいに成長していますが、約半年前に貯水葉が中心点を完全に覆ってしまいました。生産者の方からアドバイスをいただき、中心点を吸収作業をしました。おかげさまで無事作業ができ順調に成長しています。丸まるのは胞子葉だけでなく貯水葉もくるくる丸まってしまいます。こちらのジェイトガールは貯水葉にかなり癖が強すぎて貯水葉が邪魔してしまい、胞子葉がうまく展開しなくなってしまったので、半年ぐらい前にくるくるしている貯水葉は全て剪定してしまいました。今やっと新しい貯水葉が出てきたところです。貯水葉がくるくる丸まる現象は成長しても解消されないかもしれません。ドワーフ種の特徴としましては、胞子葉、貯水葉に癖が強く出るためくるくる丸まった現象が起きます。貯水葉が展開するのに難があり、中心点を覆ってしまう現象が起きます。貯水葉が胞子葉の上側へ展開する現象が起きます。小株の頃はかなり成長が遅いですが、焦らず期待を込めて管理をしましょう。成長の様子を見ながら早期にトラブルの解決をする必要があります。コンパクトなためトラブル解消に困難が生じる場合があります。今日はドワーフ種の癖が強すぎるというお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。